どうもこんにちは、ガコパイセンです。もしもバンドメイドがガンズ&ローゼスに影響を受けたらというテーマで、イントロと A メロ、B メロ部分を作ってまいりましたが、今回はサビです。コード進行は15462566です。サビではいつも変なことはしないですね。定番のコード進行で作っていくことが多いです。変なことをするなら A メロ、B メロ。今これは小鳩の1度5度の、白玉入力しています。最近ツイッターで、楽器が弾けなくても作曲できますよっていうツイートしてるんですけれども、一つの方法としてはこんな風にコードを打ち込んで、それに合わせて歌うとかですね。例えばこんな感じです。I wanna want you leave me on cry out とか。慣れればコードが鳴っただけでなんかメロディーが勝手に出てくるような感じになるので、本当に誰にでも作曲できると思います。というようなことをツイートしている手前、ちょっと具体的な方法を動画にして出そうかなと思ってるんですけども、なかなか時間がなくて大変です。次はベースですね。ダフのかっこよさとミサのかっこよさってなんか似てるような感じがするんですけれども、二人ともオルタナティブロック系の人たちですから、ライブハウスの匂いが染みついてるというか、ダフがあんなにジェントルマンになるとは思ってもみなかったですね。今打ち込んでいるこの部分はベースが今日一番目立つところです。ささやかですけど。ちなみにこれは4倍速で録画したものです。裏メロを弾くリードギターのためにひたすらルート音を弾いています。ベースまではしゃいだら収集つかなくなるので、シンプルですけど、これをかっこよく弾くのがオルタナ系の人たちですから。ここでまたルートにしようと思ったんですけども、ベースのスペースを見つけて、ミサ動きますみたいな感じになります。今回ガンズをテーマにして思ったんですけど、ダフ大変だなと。人間関係でもアクセルとスラッシュの間に挟まって苦労してそうな感じがしますよ。だから大人になったのかな。ベースに合わせて、小鳩のギターを直しています。画面の上に入力しているのはカラーピッキングですね。ブラッシング、シャカシャカってやつです。最後の方ダイナミクスの調整忘れてベタ打ちになってますね。後で直します。これがギターの裏メロですね。ボーカルのメロディーがまだ決まっていないのに裏メロ先に作るっていう。というのも、ボーカロイドの声を無理やり佐伯の声に近づけるためにキーをかなり落としてるんですね。男性のキーに近いのかな。とにかくやってみないと似るかどうかわからないみたいなところがあって、っていうかそもそも似てないんですけど、それをするためにこういういびつな作り方になっています。しかも今回ギターリフが開放弦を使っているのでキーを変えられないんですよね。もちろん打ち込みなのでリアルさにこだわるならですけど、今回帯域かぶりを解消するトラックスペーサーというプラグインを試してみたいというのもありますね。今入力したのはプリングオフというギターテクニックのトリガーです。ハンマリングやプリングを積極的に使っていくと打ち込みが本物に近づくような感じがしますね。今入力しているのはスライドです。これもギターっぽさを演出するには必須のテクニックです。フレーズの前後のスライドアップ、スライドダウン、これ入れるだけで全然違いますから。ここだけの話ですよ。大丈夫、全然再生されませんから。今入力してるのはチョークダウンですね。先にチョーキングした状態からピッキングして音を下げていくっていう。
こんな風に好きあらばベンドさせる、音を揺らすっていう感じにした方がギターの打ち込みはうまくいくかなっていう感じがしています。なんかまっすぐすぎる音は偽物臭いさが凄まじい。そしてこれはビブラートの入力ですね。なんか今日はビブラートがそんなに偽物偽物なんですけど、いつもよりはマシな感じがしますね。なんでなんだろうって感じです。そしてこれはミンチョのもう一つのトラックを使って音を重ねているところですね。困った時は音を重ねる。重ねた音が大きすぎるので今ベロシティで調整してますけども、このソフトプラグインはハイゲインの設定だとほとんどベロシティ効かないです。だったらピッキングハーモニクスにしようかということで今やってみましたけども、ちょっと違和感大きいかなということで今全部なしにして別の方法でダイナミクスを調整していきます。ミキサーのフェーダーでオートメーションを書いてしまうと、後でミキシングするときに、フェーダーのコントロールが効かなくなってしまうんですよね。なので別の方法でギターの音量をコントロールします。日本のメーカーのドーテックオーディオの D ゲインというプラグインです。これ無料なのでぜひ皆さんダウンロードしてください。個性的なプラグインを開発している面白いメーカーです。こうやってゲインを調整できるプラグインを挟んで、それにオートメーションを書いていくと。そうするとフェーダーが後で自由に使えるようになります。画面で D ゲインのフェーダーが下がったり上がったりしているように、ああいう風に強制的に動かされてしまうんですよね。そしてこれもプリングオフです。滑らかに音がつながるっていう感じですかね。そしてこれもまた、チョークダウンなんですけども、さっきと違うのは完全にチョークアップしたところから下げるんじゃなくて、中途半端なところから一回上げて下げるという、よりエモーショナルな感じがするかと思います。チョーキングだけでも何種類もありますけれども、実際に弾けなくても物理的にどういう状態になっているのかっていうのが分かれば、こうして入力ができるので、楽器が弾けなくても、知識があれば全然補えます。一応打ち終わったので、最初からちょっと聞いてみましょう。裏メロといっても主メロが決まっていないので、ちょっとかなりふわーっとしたものになりましたけれども、とりあえずこんなところで、隙間はもしかしたらベースで埋めようかな。結局ミサかよっていう感じですけどもね。次回はギターソロの打ち込みになります。よかったらまた遊びに来てください。ではまた。